るスロコユタです。私は今9月30日にオープンしましたアカデミーミュージアムの近くに来ています。こちらではアカデミー賞の歴史やエンターテインメントの街ハリウッドならではの展示物も拝見することができます。また今はオープニング記念として宮崎駿さんのアメリカ初の展示物もご覧になれるということで、ジブリファンの私としてはとても楽しみです。それでは行ってみましょう。館内に入ると広々とした空間に効率的に散らばった展示物が次々と出てきます。1階にはギフトショップやなんとレストランも併設されています。ハリウッドにあるシアターで一番古いのは1922年にオープンしたエジプシャンシアター。映画のプレミア試写会が初めて行われたことでも有名です。その成功を受けて作られたのが1927年オープンのチャイニーズシアターです。1930年代以前、実際に背景を描いたバックドロップはハリウッドにおいて欠かせない存在でした。空間的な錯覚を巧みに利用した芸術作品は未だに多くの映画関係者を魅了しています。展示のスケールの大きさとその精巧さには驚きました。ここには一本の映画に関わる主な職業が書かれています。俳優さん、監督さん以外にも様々な人が関わって一つの作品が生まれているんですね。ここではブルース・リーの実際に着用した衣装や燃えよドラゴンで使用したヌンチャクも見ることができます。映画の名シーンを特別に編集した動画も見れるのですが、この顔がツボすぎました。こちらのきらびやかな部屋では秘蔵された実物のオスカー像を見ることができます。年代によって金の光り方だったり像のシルエットが違うことがわかると思います。この部屋には有名な映画監督スパイク・リーさんの所蔵物が展示されています。有名な映画監督によってサインされた映画のポスターがたくさんありました。この部屋にはオープニング作品としてオズの魔法使いが取り上げられています。実際にドロシーが作品の中で着用した素敵な靴も見ることができます。The scraping of a stone door. Biting into an apple becomes the breaking vine. こちらのギャラリーでは SF、ファンタジーなどの映画の美術品にフォーカスを置き、スター・ウォーズの R2D2、C3PO やE.T. などが展示されております。この博物館の中でもメインの展示になります。またその隣には現代の CG 技術やアニメーションの仕組みを学ぶこともでき、ディズニー作品の原画やストップアニメーションのフィギュアも見ることができます。こちらは私の大好きな映画の実際のフィギュアです。この映画シュールですがかなりおすすめです。どこの展示もレイアウトがとてもユニークで、まるで映画のワンシーンの中に入ったような気分になりました。
上手に見守られながら4階に上がっていくと、いよいよ宮崎駿さんのアメリカ初のジブリ展です。宮崎駿監督が手掛けた11の作品のパネルをそれぞれ見ながら、各作品の情景やセリフが頭を駆け巡りました。中は撮影禁止ということで、入り口前では好きな作品のパネルと写真を撮っている方も多く、世界中で愛されている素晴らしい作品をこの世に生み出した天才と同じ国に生まれたことを誇らしく思いました。中には手書きの絵コンテ、セル画や背景画など日本国外初公開となるものを含む300点以上の資料展示のほか、神秘の森に迷い込んだり、芝生に寝転がってジブリの世界の中に入り込める体験型の展示もありました。博物館のメインの建物の横には映画館も入っている球体型の建物がガラス張りの橋でつながっています。屋上にはハリウッドサインや街を一望できる素敵なテラスが広がり、カフェもあります。このテラスのガラス張りの屋根にある日よけの開閉がとても興味深くて、ずーっと見てられました。こちらのアカデミー博物館、映画の仕組みや歴史、きらびやかな展示と充実しており、あっという間に3時間が過ぎていました。大好評の宮崎駿展は今年の6月まで延長されましたので、この機会にぜひ訪れてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。